どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆでてなものをゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、ロキとイムです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ロキの能力は世界蛇、ヨルムンガンド。そのように1131話よりも前に考察しました。すると、1131話では、エルバフの巨大な木は、宝珠アダムだと判明しました。ヘビとアダムです。一方で、数年前から僕は、イム様の正体とは、蛇であり悪魔。そのように考察しています。なんでイム様もロキも、蛇だと考察してるんだよ。そのように思うかもしれませんが、それにはちゃんと理由があります。それはやはり、幼獣イブの存在が大きいです。蛇とイブです。そう、エルバフの宝珠アダムと、マリージョアの幼獣イブ。アダムとイブ。ここに旧約聖書のモチーフを見出せるわけです。故にロキとイム、どちらにも蛇の要素があってもおかしくはない。そのように考えています。旧約聖書のアダムとイブの物語を簡単に言えば、神、ヤハウェはアダムとイブを作りました。神は二人をエデンの園という楽園に住まわせます。そこには命を保つ生命の木と善悪を知る知恵の木がありました。神は二人に知恵の木の実は食べてはいけないと命じました。これがいわゆる禁断の果実です。しかしある日、後に悪魔とも呼ばれる蛇が現れてイブをそそのかします。その実を食べると神のように善悪がわかるぞ。と誘惑すると、イブは蛇の言葉を信じて知恵の木の実を食べてしまい、さらにアダムにも食べさせてしまいます。すると二人は急に自分たちが裸、フルチンであることを恥ずかしく思ってしまう。神がこのことを知ると、ルールを破ったアダムとイブとヘビに対してそれぞれ罰を与えました。アダムへの罰は永遠の労働。イブへの罰は子供を産む時の苦しみを。ヘビへの罰は永遠に張って生きることを。そしてアダムとイブとヘビは楽園を追放されてしまいます。これが旧約聖書、アダムとイブのお話です。この話から連想できる象徴的なものをまとめると、禁断の果実、恥ずかしい、神に逆らった罪、追放、蛇の誘惑、人の自由意志などでしょうか。これらの象徴をモチーフとして小田先生は採用していると考えます。例えば、エルバフのロキは禁断の果実、悪魔の実を奪ってエルバフから追放されてエルバフの恥と呼ばれています。そして宝珠アダムに縛られてルフィを現在誘惑していますから、ロキの能力は蛇かもしれないと考えられるわけです。すると、もう一方の幼獣イブがあるマリージョアや魚人島にもおそらく同じモチーフが使われそうだと考えられ、イム様の能力ももしかしたら蛇かもしれないわけです。そんなワンピースにおけるアダムとイブをもう少し考えましょう。ワンピースでアダムとイブは人ではなく木です。この二つの木の表裏一体を考えてみましょう。まず、宝珠アダムはサニー号の原料となりました。サニー号のサニーとは晴れ、太陽のイメージです。宝珠アダムは太陽、サニー号を生み出しました。一方、幼獣イブもまた太陽を生み出しています。幼獣イブの下では太陽の光が輝いており、そこは楽園、魚人島、竜宮王国がありました。一方、宝珠アダムの下は逆に太陽が死んだ世界です。そこは冥界、エルバフの監獄でした。幼獣イブの下には太陽の光の楽園、宝珠アダムの下には太陽が死んだ冥界。つまり、上下が逆になっている。逆に考えるんだ。幼獣イブと宝珠アダムの構造はひっくり返っている。幼獣イブの下に太陽の輝きがあるなら、幼獣イブの上、聖地マリージョアとは太陽が死んだ冥界、つまり地獄でしょう。サボ曰く、まさか世界のてっぺんに地獄があるとは。マリージョアイコール地獄、冥界。これは繋がってきました。このように考えると、宝珠アダムの下、冥界では、それぞれが一つの雪山の主だという5匹の猛獣が登場しています。この猛獣たちは、ドリートプロギー曰く、五老星の獣の姿に似ているという、そんな猛獣たちを束ねているのがロキです。つまり、5匹の猛獣イコール五老星ならば、下の冥界のロキの存在と、上の地獄の意味は繋がります。故に、ロキとイムの表裏一体も考えましょう。ロキには友達の5匹の猛獣がいるが、
イムには奴隷のような五老星がいる。ロキはローラに告白したが、恋は実らなかった。イムはリリーに告白できず、恋は実らなかった。ロキは世界を終わらせる、世界をぶっ壊すと言いますが、イムは世界の創造主、世界を作りました。ロキは自らを太陽の神だと言いますが、イムは長年隠蔽されてきた神である天竜人の頂点です。ロキは目だけ隠されているが、イムは目以外の部分が隠されている。以上が現在考えられるロキとイムの表裏一体ですが、現段階ではまだまだ表裏一体と呼ぶには弱いです。今後、ロキについて明かされていくと、二人のつながりが見えてくるのでしょうか。ロキの能力がもしも蛇なら、イム様関連でも蛇と悪魔の実の話になりそう。次に、宝珠アダムと幼獣イムの関係も考えましょう。宝珠アダムに住むエルバフの巨人たちは、その昔、明らかに世界政府と敵対関係だったとわかります。世界政府は巨人たちに対抗するために長年人間を巨大化させる研究を行っていました。そして宝珠アダムの木の上には砲台がありますから900年前上空に敵がいたのでしょう。それが世界政府が所有していた古代兵器か。世界政府はエルバフを滅ぼそうと空爆を行っていたのか。それが空爆の100年、いや空白の100年の戦争か。アダム VS イブ。それはエルバフ VS マリー・ジョア。800年前、その戦争で世界政府はエルバフを落とせなかった。だからサタン星は中将たちにエルバフと戦うのはやめておけ、と言ったのか。しかし、このままいけば世界政府と再び戦争は起きそう。すると、エルバフの王はルフィサイドでしょう。そのエルバフの王とは誰なのか。正当なエルバフの王子はロキですが、腹違いの王子ハイルディンもいます。そう、エルバフ、王位争奪戦が始まりそう。そこにルフィはどのように絡むのか。ロキはルフィの仲間になり得るのか。ルフィはいきなり出会った邪悪な人物に寄り添ったりはしません。つまりロキはずる賢い男ですが、そこまで邪悪な人物ではないでしょう。ゲルズ曰く、エルバフの恥はロキよりあいつ、ロードよ。以上です。皆さんはどう思われましたか？ありがとうございました。チャンネル登録してね。謎を解く鍵はより一体語呂合わせ、最強は数の理論に滑り倒すダジャレと音痴な私の考察には敵が多すぎる。謎を解く